はい、今日のお店はこちら。ここは MRT チョンシャオシンシャン2番出口を出てすぐ目の前。優しい味付けで健康的な日本の定食を味わえるお店のようです。まず外装からしてすごい洒落ておるぞ。なんとなくやけど、もしかしたらカモメ食堂をオマージュしてはんのかもしれませんな。カモメ食堂っていうのは小林聡美主演の映画なんですけど、フィンランドの首都ヘルシンキにカモメ食堂って名前の日本食レストランを出すっていうお話なんですが、実は本当にフィンランドのヘルシンキにカモメ食堂は存在してるんですよね。僕も4年前に実際に訪れたんやけど、めちゃくちゃ残念なことにその日は定休日で入店できず、その足でフェリーに乗り込みバルト三国へ下っていきましたとさ。ちなみにカモメ食堂、この映画は音を楽しむ映画です。わかる人にはわかる。もしかしたらこのお店はそんなカモメ食堂をオマージュしてはんのかもしれませんな。店内もめちゃくちゃ綺麗でおしゃれですね。これは間違いなく女子受けするお店やわ。メニューはこんな感じ。お、2時までお昼のランチメニューがありますね。あ、なるほどね。メニューはランチもランチ以外も同じなんやけど、副菜の数が2品多いか少ないかの違いなだけのようですね。ランチは一汁3菜で50元安い、一汁5菜は50元高いって感じみたい。煮物定食類、鍋物定食類、丼物定食類、焼き魚定食類、お子様定食類。多分この星付けがおすすめやと思うんで、ほな今回はこの牛カルビカレーの煮込み定食の辛口にしてもらいましょう。うわー、このフルーツスノーアイスめちゃくちゃうまそうやな。カトラリーもなんだかおしゃれ。これは見た目も洒落ておる。よっしゃ、ほな食べていくで。まずは牛バラカレー煮込みのスープを一口。美味しいね。これはジャワやバーモントの一般的なカレールーを使用したカレーに和風だしで割ってあるんやな。いわゆる日本のカレーうどんやカレーそばのだしの作り方と同じですわ。辛口にしたんやけど、この辛さは七味の辛さって感じですね。ほな牛カルビはどうかな。かなり大ぶりなカルビやな。おー、これはめちゃくちゃ柔らかいぞ。ただ味があまり染み込んでいないですね。カレー自体にも牛カルビの旨味は染み出していないんですよね。やのになぜこれほどまでに大ぶりなカルビの塊が柔らかくなってるのかというとやな。これはちょっと長くなりそうなんで後で詳しく解説しますわ。じゃがいもや人参やブロッコリーはそれぞれ別々にコンソメスープでボイルして仕込みを終わらせといて、注文通ったら仕上げに一緒に和風カレーだしと合わせて煮込んであるんやな。お、白飯がええ感じの炊き具合。よいよよいよ。ほな副菜はどないやねん。これはキャベツのおひたしかな。美味しいね。すごく優しい味付けで七味が良いアクセントになっておる。これは龍のひげと書く台湾独特の野菜ですわ。ごまだれと粗削りの鰹節とあえてあって美味しいわ。ほなポテサラはどないやねん。僕ポテサラ大好物やからちょっとうるさいで。あ、美味しいやん。ゆで卵が粗く潰してあって卵感がしっかり残ってて味付けも優しくて美味しいわ。なかなかやるやんけ。これは味噌汁か。おっと、これはさすがに味薄すぎやわ。こりゃ冷めてもまだ薄いやろな。まあでも全体的にバランスの取れた定食やでな。どうもー、ゾロでーす。先ほどちょっと触れたこのメインの牛カルビカレーの煮込みを今から解説してみたいと思います。
ジャワやバーモントといったいわゆる一般的な市販のルーを使用してベースのカレーを作り和風だしで割ってあるようですね。牛カルビや大ぶりなのにもかかわらずめちゃくちゃ柔らかいです。なのに味があまり染み込んでいない。逆にベースの和風カレーだしにも牛カルビの旨味が染み出していない。ほな、なんでこんなことになるのかというと、牛カルビだけを圧力鍋で仕込んであるからですわ。注文が通ったらそれに和風カレーだしを合わせて仕上げに煮込んであるんですな。先ほどのじゃがいも、人参、ブロッコリーと同じ要領です。だからこんなに柔らかいのにもかかわらずカルビに味がほとんど染み込んでいないし、和風カレーだしにもカルビの旨味が染み出していないわけですわ。要はね、味に深みがないわけです。ほな、牛カルビもじゃがいもも人参もブロッコリーもまとめて一緒にコトコト煮込んだらええやんけと思うでしょ。僕もそう思うよ。そして確実にそうした方が味に深みが出てうまくなるよ。でもそうすると今度はサーブ時にムラが出てしまうんですよ。牛カルビが多かったり少なかったりしてしまうわけです。だから食材をそれぞれ別々に仕込んで、注文通ったらそれぞれの食材を和風カレーだしと合わせて煮込んで仕上げるんですよ。おそらく数まで決まってあるんじゃないかな。牛バラは5つ、じゃがいもは3つ、人参は2つ、ブロッコリーは1つみたいな感じで、そしたら誰が作ったとしてもサーブ時にムラが出ることはなくなるでしょ。さらにこうするメリットは3つある。1つ、粗利が正確に出せる。1つ、仕込みの時間がギュッと短縮される。1つ、見栄えが良くなる。これが飲食店の仕組みなんですね。つまりこのお店はブランディングと商売の仕方がものすごくうまいと言えるでしょうな。はい、今日もありがとう。ごちそうさま。はい、食べてきました。牛カルビカレーの煮込み定食は一汁三菜で230元プラス 10% チャージ出た。まあこのお店ではおそらく不快になる人はあんまいないと思いますわ。これがブランディングの力ってやつですな。一品一品は繊細で優しい味付けでしたね。薄い味付けの中にもちゃんと旨味や甘みがあってセンスの良さを感じましたわ。この店内の雰囲気にこの料理の出し方がまたおしゃれで見事にマッチしてるんですよね。こりゃ相当粗利高いやろな。余計な一言。今回は2つ星。安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。